はい、今回は起き上がりについて説明します。起き上がりなんですが、起き上がりは大きく分けて3種類あります。まあ厳密には4種類なんですけど、まず、その場起き、で、横転奥、横転手前、で、後転。まあこんだけあるんですけれども、この起き上がりには、それぞれ蹴りを出すことができます。それが蹴り起きですね。起き蹴りと言われてるやつです。起き蹴りの性質なんですが、基本的に全回転攻撃になっています。で、あとは中段と下段の2種類ある。攻撃の性能だけで言う、技の性能だけで言うと、かなり高いものになっています。起き蹴りなんですが、先ほど説明した、その後起き、横転、手前、横転奥の3種類に関しては、ガードされても確定がありません。で、一応ちょっとそれ実演しますね。で、今のがその場置き。これが横転奥ですね。で、これが横転手前になります。この3つに関しては、中段も下段もこんな感じでガードされてもマイナーロックフレームになるだけで、基本的には確定がありません。はい、今説明した、起き襟に関しては、確定がないんですが、後転だけ、中段下段両方とも、ガードされると確定反撃があります。こんな感じですね。ガードされると、マイナス15で、肘角という、肘角相当の技を解消されてやってしまいます。これは、中段も下段もこんな感じで、ガードされると両方、確定をもらってしまいますが、アキラだけ、この後転 OK に、確定がないことがあります。それはちょっと細かくなっちゃうんで割愛しますが、基本的に、仰向け足敵側ですね。そのダウンの時の後転 OK は、アキラのみ確定がありません。で、他のキャラはもう全キャラ、今のように肘角になっていますんで、後転から起き出すときは気をつけてください。ガードされて確定がある後転起きりなんですが、この後転起きるのに、ディレイをかけて出すことができます。これちょっと、重要なんで、ちょっと実演してみます。今のですね。今のが、最速と比べて遅いのが多分わかると思います。これ最速で出します。これ最速です。これですね。微妙に多分遅いのが分かってくれたと思うんですが、このディレイ切り置き別にちょっとずれてるだけだからあんま意味ねえじゃんと思うかもしれないんですけれども、これを見せることによってやっぱ相手の大き攻めのタイミングがずれるんで、実はかなり強い行動になっています。ただやっぱガードされるとそれなりのリスクを伴うので、うまく使い分けて、大き攻めをしのいでください。次は、起き上がり方ですね。起き上がり方っていうと、なんだって話かもしれないんですけど、このようにダウンして、起き上がる際に立ち状態としゃがみ状態、これを、選択して起き上がることができます。ちょっと口で説明してもどういうことかわかんないかもしれないんで、ちょっと実演してみます。まず通常の立ち起きです。普通にこう起き上がると、このように立ち状態になっています。で、立ち状態が分かるように、起き上がった時に、レバー3に入れっぱなしにして P を連打します。影だと、このように風船陣が出ます。これが立ち起きを選択した時に、3方向を入れっぱなしにして P 連打する時に出る行動です。で、次は、しゃがみ置きというものをやってみます。こうですね、一緒のように、もう起き上がってる最中に、3方向に出て P 連打してるんですけど、溶撃が出てます。溶撃のコマンドっていうのはしゃがみ状態で 3P という入力なので、このように溶撃が出ます。
で、先ほどやった風船陣っていうのは立ち状態から 3P なので、立ち状態から出ている、しゃがみ状態が出ているっていうのが分かってもらえたかと思います。このしゃがみ置きなんですが、やり方は非常に簡単で、起き上がる最中ですね、起き上がりのモーションが始まった瞬間に、下方向入れるだけです。こうですね。これでいいです。もう一回やります。起き上がりが始まった瞬間に下入れる。これだけです。これだけでしゃがみ置きというものができます。で、このしゃがみ置きというのは、このように横転ですね。横転、奥、手前。こんな感じですね。で、あとは後転。一応すべての起き上がりに、しゃがみ置きすることは可能です。こんな感じです。このしゃがみ置きなんですが、どういうところで使うのって思うかもしれないんですけど、このしゃがみ置きを知らないと、起き上がりが絶対立ちスタートになってしまいます。ということは、この起き上がりに投げを重ねられると食らってしまうことが結構あります。どういう感じかっていうと、こういう感じです。これ立ち置きします。立ち置きする。これ投げしゃがめません。もう一回やります。立ち置きやります。これ投げられてます。じゃあ次しゃがみ置きします。このようにスカります。こういう感じで起き上がりに結構直接投げを重ねてくる相手とかにしゃがみ置きっていうのは結構有効なので、しゃがんで起き上がるっていう行為なんですが、結構これ重要なテクニックなんで、マスターしてください。この起き上がりなんですが、最後に、知っても知らなくても別にどっちでもいいや的な小ネタがあるんで、ついでにそれも紹介しておきます。で、それが何かっていうとですね、しゃがみ置きをした際、後転や横転どちらでもなんですが、しゃがみ置きをした際は移動距離が短くなります。どういう感じかっていうと、ちょっと今からやるんで見てください。これ立ち置きの時の、距離ですね。板の位置をちょっと覚えておいてもらえればいいと思うんですが、で次、しゃがみ置きします。これしゃがみ置きしました。よく影のですね、左足の位置見てもらうと分かると思うんですが、立ち置きと比べて、距離が短いと思います。で、このようにしゃがみ置きすると、横転もそうなんですが、そもそも横転する距離が短くなります。で、後転は後転する距離が短くなります。これ知ってるからって、なんだって話になるかもしれないんですけど、こういう感じで一応、しゃがみ状態から起きる、立ち状態から起きる以外にも、このような小さな変化があるっていうのが、あるということだけ覚えてもらえればと思います。次は、ダウン攻撃の避け方を説明します。で、このダウン攻撃なんですが、小ダウンと大ダウン、あとはキャラ固有の特殊なダウン攻撃があると思うんですが、この説明では小ダウンとそのキャラ固有のダウン攻撃の避け方について説明していきます。で、大ダウンに関しては、使われることっていうのがほぼないので、説明は省略します。ではちょっとやってみます。これ代表例なんですが、ブラッドのこの横投げ。この後のこの小ダウンなんですけど、これは、ブラッドのどちら側かに横転するかで避けれるか避けれないかが決まります。このブラッドのですね、この横投げの後ダウン攻撃を受けたい場合は、ブラッドの背側に転がります。こうですね、こんな感じで転がります。もう一回やります。要は足が出てくる方と反対側に転がればいいです。で、これを腹側に転がってしまうとどうなるかというと、横転してるけど、こういう風に、蹴りを食らってしまいます。もう一回腹側行きます。こんな感じです。避けれないです。なので、このように、キャラごとだったり、その投げの後とか、その状況結構限られるんですが、このキャラごとにダウン攻撃を受ける方向っていうのをあらかじめ覚えておけば、余計なダメージ食らわずに済むんで、覚えてみてください。
でちなみに大体のキャラは背側に、転がると、昇段攻撃は避けやすくなっています。まあジャッキーだったり、蹴り技の昇段を持ってるやつは大体、背側ですね。リオンとか一部腹側に転がらないと避けれないキャラもいるんですが、それは、ちょっと、自分でやってみて覚えてみてください。次は、キャラクター固有のダウン攻撃の方を説明していきます。でこのキャラ固有のダウン攻撃って実は結構強くて、横転だとまず避けれません。もう横転入った時にもうそのダウン攻撃のモーション入ってたらもうまず避けれないです。こんな感じですかね。食らいます。横転します。でこんな感じでもうモーションに入っちゃうともうどっちに転がろうこんな感じで避けれません。でじゃあこのダウン攻撃どうやって避けるのってなるんですけど、この場合は後転してください。こんな感じです。後転すると一応避けれます。ただ1個条件があって、後転するスペースがないとどうしても食らってしまいます。なんでこのように後転するスペースがあるときですね、その時は、この大ダウン攻撃っていうんですかね、キャラクターのダウン攻撃が来ると思ったら、後転してください。でこのダウン攻撃なんですが、この後転でかわした後ですね、結構リターンがあります。アキラだとこんな感じで両方が入ります。もう一回やります。こんな感じです。で何でも入るかってそうでもなくて、これがちょっと遅らせちゃったらやっぱガードされてしまうんで、大体なんか避けちゃえばリーチの長い膝クラスだったら入るかなぐらいで覚えてくれてればいいと思います。でこれ他にもブレイズだったりウルフだったりとかいると思うんですが、ウルフとかも、後転で避けれる時があるんで、このダウン攻撃はほぼ確定してしまう状況。ウルフであればロードロップキックの後とかなんですけど、避けれるかもしれないんで、後転するように心がけてください。最後に、ダウン攻撃のダメージを軽減させる方法が一応あるので、それも説明します。で、この軽減させるってすごいなんかテクニックのようなやり方してますけど、やり方がすごい簡単で、ダウン、要はコンボとか食らってですね、ダウンした後は、ダウン攻撃を食らうまで一切回復しないだけです。そうすることによって、ダウン攻撃までコンボで食らってる扱いになって、ダウン攻撃にもコンボ補正がかかります。で、どんな感じかっていうのを今からちょっと軽くやっていきます。はい、今、この上歩からのコンボやったんですけれども、これダメージが77になったと思います。これですね。これは、相手が受け身取らないのを見越して、最速でダウン攻撃入れ込んで、相手がどんなに回復しても間に合わないタイミングで、殴っています。でその結果、ダウン攻撃までコンボ扱いになって、本来ダウン攻撃のダメージっていうのは、こんな感じで12なんですが、この場合だと、8しか入っていません。で、このダウン攻撃ですね、なんとかしてかわしたいから頑張って回復しようってなったらどうなるかと言いますと、こんな感じで殴るとですね、このダウン攻撃って今コンボになってなかったんですが、結局これ避けれないです。タイミング的に避けれないです。で、その結果、ダウン攻撃はコンボ補正が切れてしまってダメージ12になっています。で、その結果、やっぱり、ダメージ4ですね、余分に食らっているんで、どうせダウン攻撃が確定した状況であれば、今のような感じでもうダウンしたら回復しないですね。もうダウン攻撃を食らうまで回復しないっていうのが非常に大事になってきます。起き上がりに関しては以上になります。こんな感じで、ちょっと工夫するだけで、ダメージをね、やっぱ食らいにくくなったりとか、もともと確定でもらうダメージが減ったりとかして、結果的に勝利につながることが、増えてくると思うんで、こういう起き上がりとかも、サボらずに、ちょっと頑張ってみてください。ありがとうございました。